どうも、あみあみパフと申します。今回はドイリーのようなコースターを編んでみました。2色で編んでも1色で編んでも可愛いです。30分でできるのでよかったら編んでみてください。大きい方のドイリーはほとんど同じ編み方ではありますが、また次回ご説明します。用意するものはダンスマーカー、糸通し、とじ針、ハサミ、かぎ針6号、毛糸です。まずは人差し指と中指に糸を2周巻きつけ、糸を左手の薬指と小指で挟み、人差し指にかけ、中指と親指で糸を持ちます。糸をピンと張り、先ほど作ったルップに針を入れ、糸をかけ引き出し、もう一度針に糸をかけ引き抜きます。糸を引っ張り、作り目を引き締め、立ち上がりの鎖を3目編みます。針に糸をかけ、糸を引き出すと、鎖が1目編めます。立ち上がりも長編みとカウントするので、全部で12目になります。針に糸をかけ、作り目に針を通し、糸を引き出し、2ルップ引き抜く。さらに2ルップ引き抜くことで長編みを編むことができます。3目目にマーカーをつけます。全部で12目になるまで編み進めましょう。これで3目目です。かぎ針を抜いておきます。12目編み終えたら、糸を引っ張り、動いた方の糸の片側を引っ張り、輪を引き締めます。糸がちぎれないように気をつけましょう。最後にもう一度糸を引っ張り、輪を完全に引き締めます。かぎ針を戻すときは、糸を引っ張ったときに動く糸を手前に持ってくるようにしましょう。最初に編んだ立ち上がりの目につけたマッカー部分に針を入れ、糸を引き出し、引き抜き編みをします。引き抜き編みが完成したら1段目の出来上がりです。2段目はまず、立ち上がりの鎖3目と、1目鎖編みを編みます。立ち上がりの鎖3目目にマーカーをつけておきましょう。次の目に長編み1目、鎖1目を編みましょう。次の目からも長編み1目、鎖1目を繰り返し編み進めます。透かし編みのデザインが出てきます。最後の目まで編んだら、長編みが12個できているはずです。マーカーを外し、マーカーがついていた目に引き抜き編みをしましょう。これで2段目の完成です。透かし編み部分から立ち上がりたいので、引き抜き編みをして立ち上がり位置を移動させます。隣の空間に針を通し、糸をかけ引き出し、そのまま引き抜きます。これで立ち上がり位置を調整することができました。3段目もまずは立ち上がり鎖3目します。鎖3目目にマーカーをつけます。下の空いている空間に針を通し、長編みを1目編み入れ、鎖編みを1目編みます。次は隣の空いている空間に針を通し、長編みを2目編み入れ、鎖編みを1目編みます。すべての空間に対し、長編みを2目編み入れ、鎖編みを1目編むことを繰り返しましょう。このように透かし編みが完成します。最後まで編み入れました。鎖編みで終了しているので、マーカーを外し、マーカーがついていた部分に引き抜き編みをしましょう。引き抜き編みができたら3段目の完成です。立ち上がり位置をずらしたいため、まず長編みの頭に引き抜き編みをします。
次は隣の空間に針を通し、引き抜き編みをします。これで空間の上から立ち上がることができます。4段目もまずは立ち上がり鎖3目します。鎖3目目にマーカーをつけます。下の空間内に長編みを2目編み入れ、鎖を1目編みます。次は隣の空間内に長編みを3目編み入れ、鎖を1目編みます。このように透かし編みが完成します。長編みを3目編み入れ、鎖を1目を繰り返して編んでいきましょう。ぐるっと1周編み進めます。最後まで編み入れました。鎖編みで終了しているので、マーカーを外し、マーカーがついていた部分に引き抜き編みをしましょう。これで4段目の完成です。立ち上がり位置をずらしたいため、まず長編みの頭に引き抜き編みをします。再度長編みの頭に引き抜き編みをします。次は隣の空間に針を通し、引き抜き編みをします。これで空間の上から立ち上がることができます。まずは鎖1目で立ち上がります。空間内に針を通し、針に糸をかけ、引き出し、2ループ引き抜き、細編みをします。細編みができたらマーカーをつけておきましょう。まずは鎖編みを4目編みます。4目編んだら次は隣の空間に細編みを編み入れます。5段目は空間に細編みを編み入れ、鎖を4目編むことを繰り返します。ぐるっと1周編み進めます。ラスト鎖を4目編むところまで編み進めました。まず鎖を2目編みます。6段目の編み始めを鎖編みの中央から始めるために、最後は中長編みで編み終わります。マーカーを外し、細編みの頭に針を入れ、糸をかけ、針にかかった3ループを引き抜きます。これで5段目が完成し、6段目は中央から編み進めることができます。まずは鎖1目で立ち上がり、細編みをして、マーカーをつけます。次に鎖を5目編みます。鎖を5目編めたら、5段目の鎖4目の中央に細編みを1目編み入れます。再度鎖を5目編み、5段目の鎖4目の中央に細編みを1目編み入れます。鎖5目と細編みを繰り返してぐるっと1周編み進めます。ラスト鎖5目まで編み進めてきました。まず鎖を2目編みます。7段目の編み始めを鎖編みの中央から始めるために、最後は長編みで編み終わります。マーカーを外し、外した目に長編みを編みましょう。2ループ引き抜いたら、次で糸を変えるので、新しい糸を持ってきて、新しい糸で最後の2ループを引き抜きます。元の糸と新しい糸端を少し引っ張ったら6段目の完成です。元の糸端は20センチほど残しカットしましょう。次はラストの7段目です。
7段目はまず鎖3目で立ち上がります。次に長編みを編み入れますが、糸端は編みくるんでしまいましょう。6段目の鎖編みの空間内に針を刺し、糸を巻き込み、長編みを編みます。次に長編みの上部にピコット編みをします。まず鎖を3目編みます。鎖の根元2本に針を入れ、引き抜き編みをします。これでピコット編みの完成です。続いて長編みを2目編み入れます。糸端を編みくるみながら長編みを編みましょう。これで長編み部分が完成しました。次は隣の鎖編みに細編みを1目編み入れます。ここではもう編みくるまなくてもいいです。細編みが編めたら次は隣の鎖編みに再度長編みを編んでいきます。まずは長編みを3目鎖編み部分に編み入れます。次に3目目の長編みの上部にピコット編みをします。次は長編みを2目編み入れます。次に5目目の長編みの上部にピコット編みをします。次は長編みを2目編み入れます。空間が埋まりやすいので編みにくくなったら端に寄せると編みやすくなります。次に7目目の長編みの上部にピコット編みをします。最後は長編みを2目編み入れます。このように長編み3目、ピコット編み、長編み2目、ピコット編み、長編み2目、ピコット編み、長編み2目、細編みを繰り返して編み進めましょう。ぐるっと編み進めていきます。最初の鎖編みのゾーンまで編み進めました。最後も今まで通り、長編み3目、ピコット編み、長編み2目、ピコット編みまで編み進めます。最後のピコット編みまで編めたら、立ち上がり3目目の鎖編みに引き抜き編みをして終了です。糸を出し、糸をカットして引き抜いてぎゅっと絞ります。ひっくり返して裏側から糸処理をしていきましょう。糸処理をする際は、表に響かないように色は合わせましょう。裏側であればどこを通してもらっても大丈夫です。糸を切る際は糸端を軽く引っ張りながら切り、なじませましょう。アイロンをかけてあげると綺麗な形になってくれます。一番長い部分で11センチ、短い部分は9センチです。30分もあれば編むことができる
簡単ドイリー風のコースターが完成しました。色違いで編んでも、すべて同じ色で編んでもとっても可愛いと思います。次回はこちらの少し大きめバージョンのドイリーを作成します。編み方はほとんど同じなのですが、少し変えるだけで印象が変わるのでお楽しみに。ここまでご覧くださりありがとうございます。可愛いものをたくさん作っていきますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。メルカリでも販売しておりますので、よかったら覗いてみてください。